JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。函館線快速エアポート165号小樽駅です。停車駅
ドア閉めてね。赤ワインでグラス2つ、8点買って。こんなちょっと10分とかですね。3本。見事だね。見事だね。就航の合図のホーンを鳴らします。では皆様、まず正面の橋、中央橋をゆっくりとくぐります。橋の下影になっているので下に入ると結構涼しい、結構快適かなと思います。そして次に小樽について少し話をしたいと思います。小樽には今11万人ほどの人々が暮らしています。小樽はよく歴史のある町、伝統のある町と紹介されますが、150年ほど前、日清寮のための集落が始まりだと言われています。そして小樽が栄えた頃からの建物、風景など、今も数多く残っているため、小樽は屋根のない博物館と呼ばれることもあります。皆様、この後ですが見えてきた橋、月見橋をくぐってみなと、小樽港の方に少し出たいと思います。
波少しちょっと東寄りの風強いので立って聞いていますが、まだできるぐらいかなと思います。月見橋の方ですが、運河にかかる橋の中で2番目に橋桁の低い橋です。見通しの良くない場所にあるので、特に安全のためにオをずらします。20メートルです。この辺りだと水深がだいたい6メートルぐらいです。また、小樽港は3つの防波堤、そして6つの封筒からできています。私たちは今、2つの封筒の間を通っています。左側前方の封筒がいらない封筒で、右側前方の封筒が第3封筒と言います。この2つの封筒今、開示、そうですね。今、工事が進められています。工事が終わると、右側前方の第3封筒に、大型の豪華客船の対応ができる客船ターミナルができるそうです。正面の方ですが、白と黒の船、タプティバマルという名前の船が集まっています。タグボートという種類の船で大変力持ちの船です。小樽港に客船、貨物船などの大型船も来ますが、その中には大きすぎて顔回りが上手にできない船もあります。なので、例えば丸が前と横についているタイヤと下り、ロープで引っ張ったりして大型船の封筒につける際、封筒から離す際の手助けをします。そして運河の方ですが、先ほど話したように99年前に誕生しました。誕生した当時の運河ですが、長さが 1.3 キロ、幅が40メートルで深さが 2.4 メートルでした。それで、キトンガがこの辺りで終点となるので、U ターンして南運河の方に少しずつ戻っていきたいと思います。左が石垣の上の方ですが、すでにされている方がいます。先ほど見たように運河と港が直接つながっていて、それで運河の中にもチカボラグイなどの海の魚たちがたくさん住んでいます。魚が何かいたらそのどれかかなと思います。それと皆様、船がもう少し回ると、左側の方から運河がきれいに見えてくるかなと思います。着物が見えてきました。両側石造り、真ん中がレンガ造り、屋根の上の方になんとシャチホコが乗っている建物です。旧小樽倉庫と言います。このシャチホコですが、見えているところでは6体、全部では8体です。小さく見えるかもしれませんが、一つ一つ高さ 1.5 メートル、重さ120キロです。いろいろと工夫して建物を目立たせようとしていました。皆様、左側前方石垣の近くを庭の結構大きな白とグレーの鳥が泳いでいます。オセグロカモメア。そしてオセグロカモメという名前の鳥です。この辺りで見かけるカモメたちの中で一番大きい種類です。はい、そして左側に並んでいる古い倉庫ですが、ほとんどが今レストランや商業施設として再利用されています。建物が使われているので、もちろん皆様が入れるところがありますが、中の方に入ることがあれば、壁、鉄扉、また建物を支えている木の柱、梁などがそのまま残っていることが多いので見ていただくと、昔の雰囲気がかなり伝わってくるかなと思います。
最後がさらに隣のレンガ作りの倉庫ですが、まず上の方を見ていただくとおしゃれなステングラスの窓があります。持ち主の方の建物を目立たせるための工夫かなと思います。聞いていただき本当にありがとうございました。皆様ぜひ最後まで景色を楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございます。着岸するので手を外の方に出さないようにお願いいたします。船の工程が終わるまで座ったままでお待ちください。邪魔だね。
げる